皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。ウクライナの地下資源をめぐってのアメリカとの交渉が前進しました。アメリカとウクライナとの間で基本的な合意がなされ、その調印に向けての準備が進められているとのことです。大部分についてはすでに政府高官らの話し合いによって決まってはいるものの、細部の詰めの部分について最終的な調整を行い、ゼレンスキー大統領はアメリカに行って署名式を行うようです。これまで伝えられてきた地下資源をめぐる交渉では、ウクライナにとって非常に厳しいものでした。しかし、厳しすぎるがために、ウクライナ側がこれを拒否して交渉はまとまっていない状態でした。今回はそのあたりについての解説をしておきましょう。ウクライナ大統領28日訪米、鉱物協定署名へ。トランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領が今週後半にワシントンを訪れ、アメリカとの鉱物資源に関する協定に署名することを望んでいると述べた。複数の関係筋は、アメリカとウクライナが鉱物資源に関する協定案について合意したとし、ゼレンスキー氏がトランプ氏と会談する見通しと明らかにしていた。トランプ氏がロシア・ウクライナ戦争の早期終結を目指す中、同協定はウクライナがアメリカの支持を得るための重要な取り組みの一環とみなされている。トランプ氏の発言、ゼレンスキー氏が28日に来ると聞いている。私はもちろんそれで構わない。彼は私と一緒に署名することを望んでいる。それが非常に大きなことだと私は理解している。と記者団に述べた。また、ウクライナの紛争終結をめぐる合意が成立すれば、何らかの形でウクライナに平和維持軍を派遣する必要があるという認識を示した。一方、ロシアはウクライナへの NATO 軍の派兵を受け入れない姿勢を示している。関係筋によると、協定案にはアメリカによる安全保障の保障や武器の継続的な提供について明記されていないが、アメリカはウクライナが自由で主権を持ち、安全であることを望んでいると示されている。鉱物資源についてこれまでの経緯。アメリカが軍事援助の見返りに5000億ドルの鉱物資源権益を要求したことをめぐり、アメリカの支援はその額に遠く及ばず、協定案には具体的な安全保障条項も含まれていないとしていた。そこで条件が変更され、協定は以下のようなものになったとのことです。アメリカ・ウクライナは復興投資資金を設立し、鉱物をはじめとした採掘可能なウクライナの資源から収益を集めて再投資する。ウクライナは収益から運営費を差し引いた額の 50% を基金に拠出し、拠出額が5000億ドルに達するまで継続する。アメリカはウクライナの発展に長期的な財政支援を行うという鉱物資源協定の見返りにウクライナは何を得るのかとの記者からの質問にトランプ大統領はアメリカがすでに提供した資金のほか多くの軍事装備や戦闘継続の権利などを挙げた。またアメリカがいつまで武器提供を続けるかについてロシアと合意するまでしばらく続くかもしれないとする一方で戦争はすぐに終わる可能性もあると改めて述べた。ただどう終結するかには言及しなかった。何を元にして話しているんだというようなツッコミを受けますから、鉱物資源協定についてのニュースを読み上げましたが、残念ながら記事だけでは分かりづらいなというような思いがありました。というわけで結局のところここからは解説でまとめていきます。従来トランプ大統領が求めていたのは、バイデン政権がこれまで行ってきた軍事支援プラスアルファ、利益を上乗せして3500億ドル分ウクライナに請求書を送るので、その返済を行いなさい。その返済としてお金がないのは分かっているから、ウクライナの地下資源 50% をアメリカによこしなさい。それで勘弁してあげましょうという話をしていました。しかしこれはあくまでも従来バイデン政権が行ってきた支援への見返りで、今後についての話が含まれてはいません。記事の中でも今後の安全保障について何ら含まれていないといったことが指摘されていました。ですから、ウクライナにとっては未来につながる話ではないとして、これまでは話がまとまってこなかったのです。しかし、それではどうしようもないということで、アメリカ側が譲歩する形で今回話がまとまったのです。それが利益の 50% についてはウクライナ側に戻してあげましょうというようなところです。運営費を差し引いた 50% が基金としてウクライナ側に戻り、ウクライナ国内の経済発展や経済復興に使われる。残りの 50% の利益についてはアメリカ政府、そしてアメリカの開発企業が吸い上げていくというものです。従来の
請求書分の返しとして権益をよこせといったものに比べれば、随分と譲歩したように見えます。しかし、相変わらず未来に対する軍事支援については否定的な話ですから、その分については残念ながら、アメリカは一切譲歩しませんでした。しかし、最初があまりにもウクライナにとって悪い条件でしたから、今回で妥協するしかないというのが政治的な判断だったでしょう。それに今が戦争中だからこそ、未来に対する軍事支援が欲しいわけですが、そうではない時であれば、このような条件でも話がまとまった可能性はあります。なぜならば、地下資源というのはたとえそこにあったとしても、実際に開発して利益を得られるかどうかといったのは、非常に厳密に調査し、資金も投入しなければなりませんから、手をつけるのはなかなか困難なものです。というのも、資源があるなと分かっていたとしても、それを効率よく採掘し、精錬し、商品として利益を得ていくためには、莫大な時間と技術の投入といったものが必要ですし、掘っても掘っても赤字というのでは話になりません。黒字になっていく必要があります。そのための技術などについては、欧米のメジャーと呼ばれるような開発企業の方が圧倒的に力があります。例えば、ロシアは地下資源大国ではあるものの、同時に開発能力については、欧米企業より劣るというのが一般的な評価です。それはウクライナも同等であり、開発するための余裕資金や、もしくは技術などについては十分ではなかったからこそ、これまで地下資源から利益を大きく生み出すといったことができなかったわけです。この際、欧米企業の力を借りて地下資源開発ができるというのであれば、それはそれで前向きに考えるしかありません。ただ、この話に絡んでトランプ大統領の気になる発言もありました。それは、停戦協議が成立することを前提として、ウクライナに対するトランプ政権として新たな軍事支援については全く考えていないことを明らかにしている点です。アメリカからウクライナに対する軍事支援は、バイデン政権の時に決まった支援スケジュールに従って物が渡っています。例えば、軍事企業に対して弾薬類の生産発注をした場合において、契約に基づく生産、納品といったものがあり、それがまだまだこの先も続いていくこととなります。トランプ大統領はこれらについて差し止めはしていないものの、だからといってトランプ政権で新たな軍事支援の案件はまとめていません。トランプ大統領は、こうしたバイデン政権の行った軍事支援のスケジュールはまだこれからも続くことから、最大半年程度ウクライナ軍は何かのものを受け取るようなことがあるだろうとしています。しかしこの発言、あくまでも近々停戦協議が合意するというような話ですから、プーチン大統領にしてみれば、新たな軍事支援は行う予定がないんだな。じゃあ話を引き延ばせば引き延ばすほど、ウクライナ軍の弾薬が欠乏していくんだなというのがわかるわけで、これはかなり失言の部類なんじゃないかなと思ってしまいます。この時、プーチン大統領が話をこじらせるために出してくるんじゃないかなと予想されている話がいくつかあります。これはあくまでもいくつかの予想といった面で並んでいた話なのですが、その中には私もちょっと気になるものがありました。それは、プーチン大統領が NATO の東方拡大を拒否しているといった話と関連して、NATO に加盟したフィンランドとスウェーデンを追放するようにアメリカに求める可能性があるという点です。ウクライナに対して軍事侵略を行ったプーチン大統領、その侵略の口実の一つとなっていたのが NATO の東方拡大は許せないという安全保障上の理由だという点です。しかし、ウクライナに侵略したことによって、中立国であったスウェーデンとフィンランドは NATO への加盟申請を行い、実際に認められ、今は一員となっています。今回停戦協議を行う上で、話を引き延ばそうとすれば、そういったロシアの安全保障上、フィンランドとスウェーデンが NATO に加盟したのは、断じて許せないみたいな形でアメリカを揺さぶろうとしてくるといったこともありえない話じゃないかなと思ってしまいます。トランプ大統領はとにかく停戦協議は速やかに合意できるというような雰囲気を出してはいますが、私は結構疑い深く見ています。さて、それでは少し動画へのコメントについての返信もしておこうと思います。トランプ大統領の今、ロシア側に対して行っている停戦協議、条件からしてプーチン大統領に非常に媚びへつらっている内容といったことがあるのですが、なんでこんな風な話をしているんだろうというところで動画へのコメントがありました。それはトランプ大統領にしてみると、ロシアと中国が結託し、アメリカに立ち向かってくると大変なことになるから、今、ロシアをアメリカ側に引き寄せるためにも、
戦争を速やかに終わらせ、しかもプーチン大統領との友好関係を築くためにも、トランプ大統領は芝居を打っているんだよというようなコメントでした。もしもそうしたコメントがまさにその通りで、トランプ大統領が今こびへつらっているのが、芝居なんだよというのであれば、それは見事な役者だと言えるでしょう。あそこまでアメリカの国際的な信用度を傷つけてでも、ロシアを味方にしようというのであれば、アメリカファーストのその極みの一つだと言えるでしょう。その代わりウクライナを踏みにじっている点については全く賛同はできないわけですが、ただそれにしても狙いとしてはうまくはいかないだろうなというのが私の考えです。かつて中国が市場開放を行い改革開放、政治形態としては共産党の一党独裁体制を維持しつつ、経済については資本主義経済といったものの一部導入を行って中国の発展を促していきました。この時日米欧は中国の市場が開かれて中国の国民が豊かになってくれば、そのうち世界との関わりの中で民主的な機運が高まり、中国は民主主義同盟とそれなりに友好的な関係を築けるだろうというような願望を持って中国の世界市場入りを歓迎していました。結果として何が起こったかといえば、中国の一党独裁体制は現在でもなお健在で、市場経済を取り入れた中国の産業界は世界有数のものとなり、決して侮れないものとなっています。その上で、軍拡ひたすら軍拡を進めて、その戦力は今や日本にとっても大きな脅威となっています。願望を持つということと現実に何が起こるかというのは結構ずれるものです。今、トランプ大統領がロシアを自分の味方にしようと考えているとするならば、その願望はかなり的外れなものとなって、結局のところプーチン大統領にとって利用されるだけの外交ではないかなと私は見ています。それともう一つ、ウクライナ情勢について動画を作っていると必ず出てくる親ロシア派の人たちの動画へのコメントが、ウクライナは腐敗大国であり、どんなに望んだところで NATO 加盟入りなんて未来永劫できないといったような話を書き込んでくる人たちがいます。世界各国の腐敗状況についてまとめている腐敗指数ランキングによると、ヨーロッパ一の腐敗大国はウクライナではありません。ロシアです。ロシアの腐敗指数ランキングは最新のもので154位、ヨーロッパ最底辺の国です。じゃあ、ウクライナはどうかといえば、ウクライナは105位で、ロシアよりは確実にマシな国です。そして、105位というのがどのくらいの状態かといえば、NATO 加盟国と比較した場合において、加盟国中最下位ではありません。NATO 加盟国最下位の国はトルコで、トルコの腐敗指数ランキングは107位、ウクライナは105位ですから、同水準です。ウクライナの方が腐敗指数ランキングでは上なのに、それよりも劣る国がすでに加盟しているという状況を考えれば、未来永劫加盟できないと考える方がちょっとおかしな話です。また、ロシアの方がヨーロッパ最悪の国であるにもかかわらず、それよりもマシな国に対して腐敗大国だというようなことを言いつなれるというのも、自分のことを棚に上げての発言はもうちょっと恥という概念を知ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画へのコメントについては、今回のように毎回のように取り上げるわけではありません。ちょっと気になったなという時にだけ取り上げるようにしようと思います。毎回取り上げていると、特に親ロシア派の人たちは、構ってくれるんだなと勘違いしてコメントを書き込んでくるようになってしまうかもしれないからです。それはそれとして、話を聞いた上で、あなたがどのようなことを考えたか、ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。